ヨンジーの中国ライフ。はい、皆さんこんにちは、ヨンジーです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。今私はですね、家の近くのショッピングモールの前を歩いております。ここがショッピングモールですね。はい、ここがショッピングモールです。で、本日何をするかと言いますと、中国の銀行口座を作ってみたいと思います。私、中国の銀行口座一つも持っていませんので、今日初めて作ろうと思っています。で、中国の銀行口座作るためにおそらく居留証が必要なんですね。で、その居留証を先日取得しましたので、これで中国の銀行口座作れるようになったと思いますので、今から銀行に行って作りたいと思います。で、中国の銀行いろいろあるんですけれども、ツイッターとかいろいろ情報を見ますと、ジョンシンっていう銀行が外国人に優しいみたいですので、どの銀行でもおそらく居留証さえあれば口座は開設できると思うんですけれども、外国人に優しい、窓口の人が親切っていうところで、ジョンシンという銀行で作りたいと思います。はい、ここですね。ここのジョンシンですね。ここで銀行口座作ってきます。中は撮影できないので、外側だけになりますけれども、この銀行で今から口座を作ってきます。今ですね、ジョンシン銀行に行ってきたんですけど、居住証だけじゃ作れないって言われたんですね。で、いろいろ納税の証明を出さないといけないとかなんとかって言われたので、ただ私の知っている情報だと、多分居住証だけで作れるんじゃないかなと思っていまして、しかもそのジョンシンの受付のスタッフが、中国銀行の方がいいんじゃないみたいなことで、別の銀行を進めてきたので、なんなら中国銀行に行って、ちょっと口座開設できるか聞いてみようと思いまして、今中国銀行に向かっています。幸いに近くにあるので、そこで話を聞いて、口座作れるかどうか確認したいと思います。で、結構これ中国あるあるで、担当者によって対応が全然違うんですよね。で、特に今日土曜日なんですけども、中国の銀行は日本と違って土曜日でも空いてるところが結構あるんですけども、その平日のスタッフと土曜日のスタッフ、休みの日のスタッフで、おそらくちょっと違うスタッフが働いていて、知識の量とかに差がある場合もあるんですよね。なのでもしかしたら平日にジョンシンに行けば普通に口座作れたかもしれないですけども、今日土曜日なので休日スタッフが対応しているため、なんでしょうね、マニュアル対応というか、あまり知識がないっていう状態の人が対応したので、私が口座作れなかったのかもしれないです。一旦中国銀行の方も行って確認してみたいと思います。はい。ということで、中国銀行来ましたので、ここで口座が開設できるか、ちょっと確認してみたいと思います。大きいですね、ここ結構。中国銀行。中は撮影できないと思いますので、外観だけで失礼いたします。では、口座開設行ってきます。はい、ということで、こちら中国銀行で今手続きをしてきました。妻が今グッドというふうにしています。結構ですね、対応が良くて、先ほど言ったジョンシンよりも非常に対応が良かったですね。はい。で、作れそうな感じがありました。今、実はですね、申し込み書書いて、これから審査をして、また平日に来てくださいってことだったので、来週の平日に再度行こうと思っています。でも雰囲気的には作れそうではありました。はい。で、対応も良かったですね。で、その対応が良かった点としては、私中国語あまりできないので、妻に通訳してもらいながらいろいろ手続きしたんですけど、その来週の平日にまた2人で来てくださいって言われたんですね。ただ、2人で行く理由は妻が通訳として行くだけなので、別にその妻が何かね、手続きをしたりする必要ないわけですよね。だから妻の方で、いや別にそのビデオコールで通話しながら通訳もできるから、私は行かなくてもいいですよねっていうことを相談したら、別に全然いいですよっていうことだったんで、そういう臨機応変な対応もしてくれて、とても素敵なスタッフの方々でしたね。そうですね。はい、なので来週は私一人で銀行に行って、妻とはビデオコールでつないで適宜通訳してもらいながら、口座開設進めたいと思います。はい、ということで今中国銀行で
口座の開設完了しました。こちら、中国銀行のカードゲットしてきました。はい、なんとか銀行口座作ることができました。前回来た時に、平日に来てくださいって言われて、来たわけなんですけれども、早い時間に来た方がいいということだったので、9時からっていうことだったので、もう9時ちょうどに来ました。そしたらもう1人順番待ちの人が前にいて、で、30分ぐらい待って私の番になったので窓口に行きました。で、その後手続きは1時間半くらいかかりましたね。必要書類については前回来た時に全て書いていたので何かを書くっていうことはなかったんですけれども、手続き自体に1時間半ぐらいかかってました。パスポート提出して、いろいろスタッフの方がコピー取ったり、コンピューターに入力したり、で、なんか新しい書類が出てきて、それにサインだけはしましたね。何か自分で項目を記入したってことはないんですが、いくつかの書類が出てきたので、そこにサインだけしました。で、そんな作業で、1時間30分ぐらいかかりましたね。外国人の銀行口座の開設なので多分結構時間かかってるのかなという印象ではありました。それでもですね、この中国銀行のスタッフの方はかなり丁寧にやってくださって、印象非常に良かったですね。ジョンシンに行った時は門前払いと言いますかされたんですけれども、こちらの中国銀行はすごく丁寧に取り扱ってくれて、無事に銀行口座を作ることができました。はい、ちなみに、余談といいますか、中国で銀行口座を作るために必要な書類なんですけども、これはですね、どのビザで入ってきたのかによって異なります。で、私の場合は91ビザで今回入って銀行口座作りましたので、今回私が提出したのは当然パスポートと、あと居留証、外国人居留許可ですね。それと、私の住所を証明するための外国人のその臨時宿泊登記というやつですね。それを提出しただけで開設することができました。ただこれ、前回ですね、中国銀行の前に、そのジョンシンという銀行に行った時には、労働許可を出せとかですね、あるいは納税証明を出せっていうふうにも言われたんですよ、そこのスタッフさんに。これ銀行によって、あるいはスタッフによって対応に差があるのかなという感じがしました。なんかツイッターとかで手に入れた情報を見ますと、中国銀行よりもジョンシンの方が親切だっていうふうに書いてらっしゃる方いらっしゃったんですけども、私の実体験では中国銀行のスタッフの方の方が圧倒的に対応が良かったです。かなり親切で親身になって対応してくれて、最終的に口座開設もできましたし、ジョンシンで求められていた納税証明なんかいらなかったので、そういう意味では、どの銀行の、そしてどのスタッフに当たるかで口座開設の難易度変わると思いますので、皆様ももしですね、中国で口座開設される場合は、その点、ご参考にしていただければと思います。つまり、門前払いを食らってもですね、他の銀行に行けば、口座開設ができるってことは往々にありますので、諦めずにやっていただければと思います。で、おそらく観光ビザでは、今、口座開設できないと思います。今、外国人の口座開設が結構厳しくなっているようで、もしかしたら私、先ほどの中国銀行で口座開設できたのは運が良かったのかもしれません。結構厳しいというふうに、その銀行のスタッフの方が言っていました。なので、観光ビザではおそらく厳しいと思います。長期で滞在できるビザの方であれば問題なく開設できるかなと思いますけれども、私のようにですね、その長期滞在できる居留証、居留許可を持っているにもかかわらず、納税証明を出してくれとかですね、言われて口座開設できない銀行ももしかしたらあるので、この辺は運にも左右されるところがあるのかななんていうふうに個人的には思っております。留学ビザ、あるいは労働ビザを持っている方に関しては、比較的口座開設難易度は低いと思います。なぜならば、生活に必要だということをアピールすることが簡単にできるからですね。労働許可証を出したりとか、留学の証明を出せば問題ありませんので。どのビザで入ってきたか、どのような居留証を持っているかで、口座開設難易度変わってくると思いますので、
一概には言えないところになりますが、とはいえですね、一つの銀行に行って門前払いされてもですね、他の銀行では丁寧に対応してくれて口座開設までできるということがありますので、これ銀行だけでなく中国あるあるなんですよね。そのスタッフによって対応が異なる。これよくあることなので、皆さんもですね、中国で何か手続きをされる際は、何度もですね、手続きを行ってみて、他のスタッフの方にもお願いしてみると、できないって言われたことができたりすることよくありますので、一つご参考になればと思います。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。